どうも皆様こんにちは。座れる経験橋検索とファインドマイターンというサイトを運営していますペンタと申します。今日はですね、ちょっとサンライズ出雲にね乗る機会が急に来ましてですね、でちょっと寝台のね、D 寝台をねなんか運よく取れてみたんで、ちょっと今日初めてのねサンライズとなるんですけども、出雲島ですね行ってまいりたいと思います。寝台特急サンライズ瀬戸号高松行きとサンライズ出雲号出雲市行きです。まもなく発車をいたします。はい、どうやらこちらのお部屋のですね、あ、こういう感じなんだ。すごい個室ですね。はい、ということでこんな感じで個室ですね、本当に、びっくりしました。ちゃんとハンガーもついてて、でこちら側にはですね、鏡もついてますね。鏡と、あとちょっとですね、はい、コップもついております。あとは寝巻きと、枕ですね。はい、あとこちらの方にはスリッパね、ございましたけども、はい、ちょっと私もね初めての乗車ということで結構テンション上がってるんですけども、はい、こちらですね、東京駅の丸の内側、ですね。ちょっと今景観がね、この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号高松行き、サンライズ出雲号出雲市行きです。止まります駅は横浜、熱海、沼津、富士、静岡、浜松、姫路、岡山です。岡山で切り離しを行います。サンライズ瀬戸号は岡山を出ますと小島、坂出、終点高松に停まります。サンライズ出雲号は岡山を出ますと倉敷、備中高橋、新見、米子、安来、松江、新地、終点出雲市に停まります。列車は前から1号車、2号車の順に一番後ろが14号車です。1号車から7号車がサンライズ瀬戸号、8号車から14号車がサンライズ出雲号です。車内は一部の個室内を除き禁煙です。お手洗いは1号車と8号車は後ろ寄りに、その他の車は前寄りにあります。ラウンジとシャワー室は3号車と10号車にございます。シャワー室をご利用の際はあらかじめ3号車、10号車にございます自動販売機にてシャワーカードをお求めください。個室を離れる場合や盗難防止のためルームキーをご利用ください。ルームキーは暗証番号付きとなっております。この列車では車内販売の営業はいたしておりません。ご了承ください。車内でできましたご不要なものはデッキにあります靴物入れにお捨てくださいますよう車内理科にご協力をお願いします。次は横浜です。横浜の次は熱海に停まります。 Thank you very much for using our limited express sleeper train services Sunrise Seto and Sunrise Izumo today. This train consists of the sleeper limited express Sunrise Seto bound for Takamatsu and the sleeper limited express Sunrise Izumo bound for Izumo City. はい、ということでですね、寝台列車、私日本では初めてなんですね。で、かつてですね、ヨーロッパ一人旅した時に、ですね、パリからコンパートメントのなんか車両で、2段ベッドですね。はい、2段ベッドで、私4人だったかな、4人の2段ベッドがあって、そうですね。で、上のベッドでこうなんかパスポートと財布をこう握りしめながら記憶がございますけど、それからですか2回目ですもんね。なんかすごい感動しましたね。国内のね寝台列車ってだいぶもうなくなってきちゃってね、結構希少価値ありますよね。はい、ということでね、
ちょっといろいろテンション上がっちゃったんですけど、他にもなんかここにね設備ありました。これはなんかラジオが聴けるんですかね。ラジオサービスとか、あと室内灯とか、あ、電気消えましたね。で、あと上の方にはこの空調のなんか設定するとこあって、これがちょっとこの向き変えたりとか、あと閉めたりとか、空調止めたりとか、そんな感じですかね。はい。車内のねご案内ございました。なんか寝台ですね。いろんな種類があってね、私もね初見なんか難しいなと思ったんですけども、のびのび座席っていうのが、結構その例えばイメージ的なフェリーのなんか雑魚寝みたいな感じですかね。ちょっと頭のとこには、仕切りがあるんですけども、そういったのびのび座席。あと、今私がおります B シングルですね。B シングルで、B ソロっていうのがあって、これはなんかこれ B シングルよりもう少し狭くて、足元も荷物置けないのかな、なんかそんな感じの部屋ですね。で、あとは A シングルとか、ちょっともう少しグレードアップしたものがある形ですね。はい。で、シャワーカードございまして、これ結構30分ぐらい前に並んで、シャワーカード300円でなんかもう小銭も用意しておいて、あらかじめで、もう並んで買わないとシャワーカードは買えないという、そんな話も聞いてました。ただ私今日ちょっとお風呂入ってきたんで、ちょっとゆっくりしたいなと思ってそうですね、今日はシャワーカードを買わずに乗ってみた次第です。あと車内販売がないので、自販機だけあるんですけどもね、はい。あとラウンジがあるっていうことなんで、またちょっと後で探検してみようと思います。色とりどりで本当美味しそうなお弁当買ってきましたね。はい、ちょっとですねデッキに出てみました。こちらですね、ちょっと洗面台がね、こんな感じでね、ございます、ね。はい。こっちからはアッパーデッキとローアーデッキということで、この上下でこう分かれておりますね。ちょっと行ってみましょう。こんな感じでね、上下にねお部屋が分かれているようですね。はい。とこっちはね下ですね。意外と空いてる部屋がちらほらありました。意外でした。A 個室の方はこうなんか上段下段で分かれてるんですね。すごい。ここに自動販売機ありますね。一応水とお茶とかね、コーラとかコーヒーとか売ってますね。ここはなんかラウンジになってるみたいで、ここはシャワーカードですね。一応1000円でも使えるんですけども、売り切れってことで、はい、なってますね。さすがにすぐ売り切れちゃったな。ということで10号車のねラウンジがねございました。ちょっと空いてる部屋なんですけど、誰も利用してないんですけども、こんな感じで、これソロですかね。ソロはこんな感じで、こちらはソロの1階部分ですね。確かに、はい、シャワールームはですね、こんな感じになってます。はい。で、中は普段のスタートボタン、ストップボタン、あと何秒とかあって、シャンプーとかボディソープで完備されてます。はい、どうもおはようございます。はい、寝台特急、サンライズ出雲、目が覚めました。はい、ということで、
ということでちょっとそうですね国内の寝台列車初めてということで、何かしらちょっと感想を述べていけたらいいかなと思っております。はい、で私ですね普段は鉄道系 YouTuber ではなくてですねお散歩系 YouTuber としてね活動しております。内容としてはですね駅を起点にですね大体1時間から1時間半ぐらいもう隅から隅までね街を実況しながら歩くというそういうねチャンネルをねやっているんですけども、ちょっとこういうなんかね電車系取り扱うのって今回初めてかもしれないですね。はい、ということでね、はい、そうですね、車内の様子とかで、あとはそうですね、メリットデメリットとかね、あとなんかコツとかなんかそういうのもね交えてお話できたらなと思います。で車内のですね様子なんですけども、今ですね成人式を終えて1月中旬あたりですかね。はい。でですね各種その、寝台の、号車とかいろいろ見てきたんですけども、ちらほら空いてるところあるなっていうところがありましたね。はい。B 寝台とあと、B のソロですかねはですね3号車ぐらいしかちょっと歩いてないんですけども、それでもちらほら空いてるところあったんで、この今ちょうどオフシーズンなんですかね。確かにね、正月休み明けてすぐっていうのもありますし、学生さんも長期休み、冬休み明けた後っていうのもあるんで、意外とこのシーズンはなんか予約しやすいのかなっていう印象でしたね。でまたですねこの車内も、そういう騒ぐ人とかも全然いないし、すごいですね快適に静かに過ごすことがねできたかなと思います。あと部屋なんですけども、部屋もですね清潔感結構ありましてですねそうですねほこりとかね汚れとかもね、目立つところは、なくですね、清潔感ある、スペースでですね、過ごすことができたかなって、思いますね。車両自体は、ある程度年季は入ってますけども、綺麗に維持されててね、すごく、過ごしやすかったかなって、思っております。はい、じゃあ続いてちょっとメリットデメリットですねお話ししていきたいと思います。はい。でそうですねこういった寝台列車でメリットデメリットっていうのもなんかちょっとおかしいのかもしれないですけども、メリットはですねやっぱまず一つ目この窓ですね。窓に注目してみましょう。はい。でですねやっぱりこの普段電車でこう座って車窓を眺めると思うんですけど、これゴロゴロしながら車窓を眺めるってすごいですね新たな体験ですね本当にこれなんか寝そべりながらなんですかねこう車窓を楽しめるこんな感じですかねイメージ的に。そうこんな感じでゴロゴロしながらその移りゆく街並みをね見れるっていうのは本当これね貴重な体験だなと思いました。であとねエモいなと思ったのがこの夜ですねこのちょうどこの枕元からですね上見上げた時に星空が見えるんですね。はい、星空が街並みとか、ね、風景はねこの電車が走っていくたびに、ね、移り変わっていくんですけども、空とかですね星の位置は、変わらず、なんだかねそこがなんか不思議な感覚でですねなんかいいなって思いましたね。はいそうですね。でですね乗った時にですねもちろん電気ついてるんですけども、良かったのがその電気消した後すごいなんかこの車窓からの広がりっていうか、夜のね、景色を楽しめるっていうなんかそこもすごい良かったなって思います。だから二重の楽しみがありますね。最初乗った時のこのすごいワクワク感ワクワク感で次に電気消した後そこでなんか2回感動があるなって思いました。はいそうですね。で次にですね移動ですね。2つ目移動でなんだかんだ言ってやっぱり10時間以上かかるんですよね。東京から出雲市ぐらいまでですね。でエリア的にやっぱ東海道山陽エリアじゃないですか。で
出張の多いビジネスマンあるあるなんですけど、もうね東海道新幹線とかでも結構飽きてると思うんですよね。はい、出張とかでも東北上越北陸だとちょっと嬉しいみたいなそういや言うて東海道だしなみたいなあると思うんですけども、意外とですねこの特急ぐらいのこのスピードで東海道走っていくってね、結構また新たな発見があるかなって思いますね。はい、で最初だから東京駅から乗ってってなんか外ずっと眺めてたらいつの間にもう沼津にいるみたいな意外と静岡がこうなんか普段の新幹線乗ってる感覚とちょっと違うみたいな感じですかね。はい、なのでなんですかね、やっぱ東海道のこの移動ってやっぱりこう普段東海道新幹線乗ってると作業になっちゃうんですけども、ちょっと作業から脱してちょっとこう旅の気分を本当に味わえるなと思いましたね。はい、だから岡山まではもう大体もう見られてると思うんですけど、出張いい方だったらでもその中でもやっぱりちょっとね、特急のねこのスピード感でねちょっと車窓を眺めると面白いですね。はい、そうですね、ちょっと寝台列車でね、自分にとって少し大変だったなというところをですねちょっと紹介していきたいと思います。はい、で多分皆さん気になると思うんですけども、寝心地どうでしたかっていうところですね。はい、お察しの通りそうですね、だいたい 2,3 時間ぐらいは寝れたかなって感じですかね。はい、っていうのはですね今この部屋ですねなんですかねB 寝台でもなんか上下に大体分かれてるっていうのがメインの部屋なんですよね。でこの部屋はそののびのび座席がある、12号車なんですけども、ちょっと天井が高くてですね上下じゃなくてその平屋っていうんですかね、なんかネットで調べたらねなんかこの平屋の B 寝台みたいな、はい、感じなんですよね。はい、なので天井が高いんですけども、で結構ですねなんかレアみたいですね。はい、なんかやっぱ上下のお部屋よりも天井高が高くてなんか快適度がいいみたいな感じで割とレアだったらしくて、私初めてなんかビギナーズラックでこの部屋を当ててしまったんですけども、でもただねやっぱりこの上の階とかと違って結構ダイレクトにこのモーターの音とかですね、このガタンゴトンっていうのがねダイレクトに来るんですね。はい、で結構連結部も近くてですね結構揺れとモーター駆動音がね結構ね気になりましたね。はい、そうなんですよ。でですね、あとこの今進行方向がですねあると思うんですけど、なんかこの部屋の間取り見てるとですね、なんかこっちがやっぱ頭じゃなくてこっちがなんか足元のような感じするんですよね。足元でテーブルでこっちが頭で、ここ昔ラジオ使えたんですけどラジオねみたいな感じなんですね。本当はこっちに頭行きたいんですけど、ただ進行方向側に足を向けた方がよく寝れるっていうので、だからここのテーブルの下が頭になるんですよね。はい、これだと少し寝やすいかなって感じなんですけど、そうするとここのですね、テーブルの下に頭が来て、私身長175ぐらいなんですけど、結構ねもう枕ここぐらいまで行かないと足が当たっちゃうんで、こういう風に入っていくとここ高さがあんまりないものですから、結構ですね夜ちょっと体を起こした時ここ頭当たりそうになって、ちょっとそこ気になるなと思いました。はい、であとですね寝る時の姿勢なんですけども、横向きで寝る横向き族の方はねちょっと大変かもしれない。重心が横向きになると重心がちょっと高くなるので、結構ね揺れに対してね体もこう一緒に揺れちゃうんですよね。はい、体も一緒に揺れちゃうんで、なので仰向けが一番ね寝やすい体勢なので、ちょっと普段横向けのでなんか寝やすいなっていう人はちょっときついかもしれないですね。はい、そうですね。であと寝る時のコツとしては体をいかに固定するかっていうところかなと思って、
でここのちょうど、台座とこの間隙間なんですけど、ここにちょっと体をいい感じに入れて体をねこう壁に固定するとなんか寝やすいですね。はい、体がフリーの状態だと結構やっぱ電車と一緒にね、揺れちゃう感じでなかなか落ち着かないといった印象ですね。はい、で実際ですねその、寝落ちするタイミングっていうのがちょっとあるなと思って、でそれ何かっていうとですねそう体と電車をね分離した時にスッて寝れますね。はい、最初このなんかね寝ようとした時にやっぱ電車と一緒に体も揺れてるんですよ。はい、そうなんです。でその感覚でいるといつまでも寝れないんで、なんかなんていうかな、電車が勝手に揺れてるけどなんか体はなんかこうリラックスしてるなみたいな、そういった境地にマインドフルネス的になんか自分に集中するとなんかね感覚が変わってきて、そうすると寝やすくなりますね。こちらがね頭側になるって言うんですけど、頭側にこうスピーカーがあるんですね。だから岡山あたりから、ちょっとねスピーカーで結構ね頭上で響く感じで、ちょっとそこもねちょっと気になるのかなと。本当はだからやっぱりこっちが頭の方が寝やすいかなと思うんですけど、どうもね進行方向と逆なんで、そこをちょっと気になるところですね。はい、ちょっと宍道湖見えてきましたね。周囲なんか45キロぐらいあるらしくて、で淡水と海水が混じった汽水っていうことですね。はい、すごいカモがいっぱいいるちょっと見えないかもしれないですけど、はい、こんな感じでシジミが有名ということでですね。はい、確かにこれね夕暮れのタイミングとかでもし観光できたらいいですね。はい、そうですね。で最後ですねちょっと気になったのがそう私のこの部屋のすぐ横が連結部なんですよね。で連結部のこう扉開けるとき結構連結部ってこう揺れるじゃないですか。揺れてでこの体をこう支えるためにこの私の部屋のドアノブをね結構ねこの持ち手で支える人いて、そうするとね結構夜ねこれがねガチャガチャこうやってね動いたりしてねびっくりするんですよね。うわみたいなそうで最初ね結構みんなこうガチャガチャするから私部屋間違えたかなと思って、もう何回かね号車とね部屋番号ねこのチケットと確認してねなんかねチェックしたんですよね。そうでも間違ってないしなみたいな。そうなんですよね。なんかね夜11時半ぐらいまでねたまにこうねこうガチャガチャしてねちょっとねびっくりするなっていうそれから先はねなくなったんですけど、はい、ちょっと気になりましたね。はいということでそうですね、結論なんですけども、やっぱり寝台列車いいですね。やっぱ人生に1回は乗ってみるとなんか楽しいかなって、新鮮味もありますしね、なんか気づきとかもあります。はい、そうですね。夜こう寝っ転がりながらね空を見たりねこう車窓をぼーっと眺めながら、ちょっと自分をね見つめ直す機会、っていうのもねできるかなって、思いますね。はい、寝心地はやっぱり夜行バス全然大丈夫って人だったら問題ないかなと思いますね。はい、私今寝台にいますけどもねのびのび座席の方はやっぱ大学生の方ですかね、学生さんらしき方が結構多かったですね。はい、で結構女子とかもね、多かったですね。はい、なので若ければ全然のびのび座席でもねいけるかなって、思いますよね。We will soon be arriving at the Izumo City Terminal. Please be careful not to leave anything behind. Thank you very much for using the Sunrise Izumo today. We look forward to serving you again. まもなく終点出雲市です。お出口は左側です。山陽本線前を走ります貨物列車が動物と衝突した影響により1時間遅れで到着いたします。列車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしました。お詫び申し上げます。市畑電車ご利用のお客様、電鉄出雲市駅へお越しください。出雲大社方面バス乗り場は改札口を出て左側です。
この列車は回送列車として車庫に引き上げます。ご乗車いただけませんのでご注意ください。はい、ということですね、サンライズ出雲ということで出雲市駅に着きました。最後の方はもうね、車窓を眺めてたら名残惜しくなっちゃってもう終わりかななんて言ってね。ということで、ぜひですね機会があればね皆さんもね乗っていただけると非常に楽しめるかなと思います。はい、あと私運営しております国内最大級のベンチ検索サイト座れる空気橋検索と、あと街の住みやすさを解説しておりますファインドマイタウンというサイトを運営しておりますので、ぜひ、概要欄からお越しいただければと思います。はい、ということですね、また、別の動画でもお会いできたらと思います。はい、それではさよなら。